皆さんこんにちは。日本語教師のアッキーです。この日本語教育ハブでは、日本語教師の方を中心としたいろいろな日本語教育関係者に向けて情報を発信しているんですが、今回はついに音声をやっていきたいと思います。日本語教育学にはいろいろな分野があるんですけれども、その中でも特に音声は苦手だと思っている方が結構いるんじゃないでしょうか。一度苦手だと思ってしまうと、なかなか克服するのも難しくて、私は耳が悪いんだとか、私はセンスがないんだとか思ってしまう方も結構いると思います。今回はそういった方、音声が苦手だと感じてしまっている方に向けて、日本語の音声を解説していきたいと思います。日本語の音声はどのような仕組みになっているのか、どんな規則があるのか、そして日本語教育能力検定試験でも音声の問題はたくさん出題されますので、そこをどう乗り越えていくか。今回はそういったことについてお話ししていこうと思います。では、まず音声の基本的なところから解説していきたいと思います。まず前提として、今回は標準語や共通語と呼ばれる主に東京で話されている日本語を基準としてお話しします。日本語教育能力検定試験での出題もそうですし、実際の日本語教育の現場でも共通語で教えられることが多いですので、今回は共通語についてお話ししていきます。いわゆる方言、地域方言に関しては、今回私がお話しする内容が全て当てはまるわけではありません。その点は注意をしてください。ではまず、音声の基本的な単位、拍を見ていきましょう。日本語には拍というものがあります。この拍というのは簡単に言うと音の長さです。日本語の音の長さを拍と言い、1拍、2拍、3拍と数えます。日本語ではこの拍が音声の長さの基本的な単位になっていて、基本的にひらがな一文字を一拍とします。一文字なら一拍、二文字なら二拍という風になります。ですので、例えば、ビル。この単語は二拍ということになります。ビルの二拍ということになります。そして少し似ていますが、ビール。この場合は三拍になります。ビールですので、ビールの3拍になっていますね。日本語学習者の中には、このビルとビールの2つを正確に発音することや聞き分けることが難しいと感じる方もかなりいます。そういった方は、この日本語の拍の感覚がつかめていないということになります。そしてこの拍は基本的に一文字で一拍と言いましたが、一つだけ例外があります。それは大きい文字と小さい文字を組み合わせた音です。例えば大きいしと小さいやでしゃという音になりますね。これはしとやで二文字ですが、これは二つ合わせて一つのしゃという音になるため、これは一拍と数えます。ですので、例えば、シャツ。シャツという単語は、シャツの2拍になります。シャツは3文字ですが、音の長さは2拍。シャツとなります。このシャのようなものは、2文字で1拍と数えますが、小さいつは、それだけで1拍と数えます。ですので、例えば、ナッツ、ナッツという言葉は3拍になります。ナッツと3拍分の音を取ります。このナッツのように、この小さいつはあまり発音されないんですが、この拍をしっかり取ってやらないと、夏になってしまいますね。夏とナッツ。この2つは拍の長さ、音の長さが違う
ということになります。ですので、やはり小さいつを含め、基本的には一文字で一拍。そして例外的に社、主、所のようなものは二文字で一拍ということになります。では、次のトピックに行きましょう。次は単語のアクセントの話をしようと思います。まず、日本語に限らず、言葉にはアクセントというものがあります。簡単に言うと、抑揚のようなものです。どこを強く読んで、どこを弱く読むかのようなものですね。このアクセントというのはいくつか種類があって、言語によって違います。そして日本語の場合、アクセントというのは高さになります。日本語は音の高さ、低さで抑揚をつけているということができます。では皆さん、この言葉もちろんわかりますね。この言葉は2つの拍で構成されていますね。さとけですね。この2つの拍でできている単語です。で、実はこの2つの拍、さとけはどちらかが高くてどちらかが低いです。皆さんわかりますか？どちらが高くてどちらが低いでしょうか？先ほど日本語のアクセントは高さと言いましたが、もう少し具体的に言うと相対的な高さです。この単語のようにさとけという2つの拍があったときに、この2つを比べて相対的にどちらが高いかというのが日本語のアクセントになります。その拍同士の高さを比べて高いか低いかということですので、皆さんの声の高さは関係ありません。皆さんもわかると思いますが、声が低い人もいれば高い人もいますね。その違いは関係ないということですね。声が高い人であっても、声が低い人であっても、このさとけの相対的なバランスというのはみんな同じになるはずということなんですね。皆さん、この単語の高さ、どちらが高いかわかりますか？実際に読んでみますと、この言葉は酒ですね。酒、酒、さとけ、どちらが高いでしょうか？この酒という言葉、実はさが低くてけが高いです。酒、酒と上がっています。さあ、皆さんいかがだったでしょうか？ここで感覚的にすぐ分かった方、高い低いの聞き分けが簡単だと思った方はそれで大丈夫です。そして感覚的に分からなかった方はちょっと苦手意識があるかもしれませんね。ただ諦めないでください。今回はその攻略法をお伝えしますので、ぜひ最後まで見ていってください。ここで日本語の特徴をより特徴的に捉えるために、英語と少し比較してみたいと思います。日本語のアクセントは相対的な高低と先ほどお伝えしました。音が相対的に高いか低いかということですね。この高低のことをカタカナでピッチということもあります。日本語のアクセントはピッチアクセントであるということができます。では、英語はどうなっているでしょうか？英語のアクセントは実は一般的に強弱と言われています。日本語のアクセントは高いか低いかでしたが、英語のアクセントは強いか弱いかといった種類になります。英語を外国語として勉強したことがある方は、アクセント記号を見たことがあるかもしれません。英単語にアクセント記号がついていて、ここを強く読んでくださいということを示していたと思います。例えば、コンピューターという英単語だったら、computer というか、computer というか、computer というか、どの部分を強く読むかということが大事だったと思います。
日本の方が英語を勉強するとき、このアクセント、どこを強く読むかということが少し難しかったと思いますが、一回ここを強く読んでくださいと言われれば、それをきれいに発音するのはそこまで難しくなかったかと思います。computer なのか、computer なのか、computer なのか。これを見分けるのは難しいですが、pew を強く読んでくださいと言われれば、computer ということはそこまで難しくないと思います。そして、英語のアクセントはこの強弱と一般的に言われるんですが、ここではもう少し詳しく見ていきたいと思います。この強弱というのは具体的にどういうことなのか、強く読むというのはどういうことなんでしょうか。実は強く読むことで音の高さは上がっています。なので実は英語でも音の高さが重要だということができます。そうすると結局日本語も英語もピッチなので同じなんじゃないかということになります。それはそれで日本語も英語もピッチが大切なんだということは間違っていません。基本的には日本語も英語も同じだと思って大丈夫です。ただ、英語のアクセントの場合はもう一つポイントがあります。それは音の長さです。英語では強く読むところではピッチが上がるに加えてもう一つ音が長くなります。先ほどの例でcomputer と computer を比べると真ん中の pew のところにアクセントがある方がその pew が少し長くなっているのがわかりますか？ computer, computer, computer つまり英語ではピッチを上げて音を長くすることでそこを強調しているということになります。これが英語のアクセントの仕組みです。そうすると日本語と英語のアクセントの仕組みが違うのがわかりますね。違いがわかると、例えば英語話者の方が日本語を勉強し始めた時にどんなことが起こるのかということも分かってきます。例えば、ちょっと偏見っぽいですが、英語話者の方が日本語を話すときに、私は日本が好きですのような話し方になることがあります。これはなぜこのような話し方になってしまうのかというと、英語話者の方が英語のアクセントの感覚を日本語に持ってきてしまっているからなんですね。日本語の場合、先ほど言ったように、私という言葉は私の3拍で、アクセントは高いか低いかだけですので、音の長さは変わりません。音の長さは3拍のままです。それを英語話者の方が私と言ってしまうのは、たに英語のアクセントを置いて、たを長く発音してしまうからなんですね。それと同じように、私、日本、好きのように音の長さにばらつきが出てしまいますね。ですので、特に英語話者が日本語を勉強するときには、この拍の感覚、またはそのアクセントの仕組みが難しいということができます。先ほど拍のところで出したようなビルとビールの違いもかなり難しいと感じる方が多いです。日本語を外国語として勉強する際には、この口の形も大切なんですが、この音の長さ、拍やアクセントの感覚をしっかりと身につけることが大切になってきます。では、日本語のアクセントの話に戻りましょう。ここからは先ほど高いと低いが感覚的にわからなかった方のためにどう感覚を身につけていくか、どう攻略していくかをお話ししようと思います。まず先ほどお話ししたように日本語のアクセントは高いか低いかですので、運がいいことにこの高いと低いの2種類しかないんですね。基本的にはこの2種類しかありません。ですので、もう高いか低いかをまずパターンで覚えてしまいましょう。例えば先ほどの酒、これは低い、高い、ロー、ハイのパターンです。そうすると、これと同じように2文字で
ロー、ハイのパターンは、この酒と同じ音のものしかありません。例えば、酒、池、馬、牛。全部同じ音なのがわかりますか？ふんふん、ふんふんというパターンになっています。ロー、ハイ、ロー、ハイ。これは、ふんふん、ふんふん。この音しかありません。今度逆に、ハイ、ローのパターンを見てみましょう。酒ではなく、鮭ですね。鮭。魚の鮭。これは、ハイ、ローと上から下に下がっていくパターンですね。鮭、鮭、鮭ですね。これも、ハイ、ローのパターンはすべて同じです。鮭、オーケ、影、タコ。全部同じ、ふんふんのパターンです。ふんふん、ふんふん。これが、ハイ、ローのパターンです。そうすると、2文字の場合は、このロー、ハイか、ハイ、ローの2つしかありません。なので、もうどちらのパターンなのかということを考えるだけでわかりますね。これはもう酒と鮭で覚えてしまっても構いません。私は個人的に犬と猫で覚えています。犬と同じパターンのものはロー、ハイ。そして猫と同じ音のものはハイ、ロー。このようにもうパターンとして覚えてしまいましょう。犬、猫、酒、酒、雨、雨、橋、橋。こうすると耳で聞いて感覚的にどっちが高い、どっちが低いと分かる必要はありません。例えば、顔という言葉がロー、ハイなのか、ハイ、ローなのかを考えるときは、その顔という言葉が犬と同じなのか、猫と同じなのかを考えてみましょう。この場合は、顔、犬が同じなので、ロー、ハイのパターンになります。逆に、顔を猫のアクセントで読むと、顔になりますね。顔ではなく、顔なので、犬の同じロー、ハイのパターンになります。ここまでで2拍の言葉はもう大丈夫ですね。では、長くなるとどうでしょう？例えば、金閣寺、銀閣寺や日本語教育、日本語教育。これらのそれぞれの拍は高いですか？低いですか？どうでしょう？これはなかなか難しくなりましたね。この長い拍のアクセントについてはまた次回お話ししようと思います。今回はアクセントの基本的なところについてお話ししました。まず日本語の音声の基本的な単位は拍というものですね。そして日本語のアクセントは相対的なピッチです。英語などの外国語と比べてみると、またその音声的な特徴の違いがすごくわかると思います。そしてこの日本語のアクセント、高いか低いかが耳で聞いて感覚的にわかる方はそれで大丈夫です。わからない方はもう犬と猫で覚えてしまいましょう。犬と同じ音声のものはロー、ハイと上がるパターンです。猫と同じ音のものはハイ、ローと下がるパターンですね。他の言葉のアクセントがどうなっているのかを考えるときは、この犬と同じか猫と同じかで当てはめて考えてみてください。そうやって続けているうちに耳も慣れてきますので、根気よく続けていきましょう。では、今回の動画は以上です。これから日本語教育の勉強を始める方や音声が苦手だと思っている方がいれば、ぜひその方にもシェアをしてください。では、アクセントの応用はまた次回のビデオでやっていきましょう。ではまた。